彼女はもう私たちの問題じゃない、と私の姉は手術台の上にいる私に背を向けて外科医の事務所に告げた。その同じ日の午後、彼女は両親と一緒にブランチの自撮りを投稿した。ミモザ、白いテーブルクロス、キャプションは、最高の人生を生きてる。47人が、いいねを押した。母はハートの絵文字をコメントした。父は私が入院していることすら知らなかった。もしかしたら、知っていたのかもしれない。どちらの方が悪いのか、今でもわからない。5年後、彼らは私の家の前に現れた。3人全員が。そして、私の人生で初めて、私が決断を下すことができた。しかし、私が彼らに言った言葉は、誰も予想しなかった。私自身ですらも。話を続ける前に、ぜひ、いいねと、チャンネル登録をお願いします。ただし、この物語に本当に共感した場合のみ、コメントを残して、どこから見ているのか、そこでの時刻を教えてください。いつもそれを読むのが楽しみです。私の名前はドゥルセ。33歳です。さあ、5年前の10月の火曜日の夜に戻りましょう。私の心がいくつもの意味で止まった夜。コネチカット州ハートフォードのスタジオアパートに一人で住んでいました。3階、エレベーターなし。隣人の目覚まし時計の音が壁を通して聞こえ、午前7時には温水が出なくなるような場所。私は28歳で、ダウンタウンの小さな会社でスタッフ会計士として働いていました。給料はまあまあで、家賃や食費、学生ローンの最低金額、毎月の心臓病の薬代を賄うには十分でしたが、貯金には足りませんでした。毎週日曜日の夕方には母に電話をかけるのが私の習慣でした。ベッドの端に座り、番号をダイヤルして待ちました。彼女が電話に出て、多分4分間ほど話しました。すると、背景からメレディスの笑い声が聞こえ、母は、後でかけ直すね、と言って切りました。実際にかけ直してきたことは一度もありませんでした。誕生日カードを送ったり、父の日に父にメッセージを送ったり、感謝祭の予定を聞いたりしましたが、いつも、また連絡するとだけ言われ、その後は沈黙が続きました。病院の緊急連絡先のフォームも更新しておらず、19歳の時の両親の電話番号が載ったままでした。変更しようと思ってはいましたが、変更するということは、他に書くべき人がいないことを認めることになるので、まだその覚悟ができていませんでした。しかし、インスタグラムを開くと、そこには両親がメレディスと彼女の夫と一緒にカントリークラブにいる写真がありました。両親がシーフードレストランでグラスを合わせている姿。また、ケープコットへの家族旅行の写真も。3つのビーチチェアが並んでいて、4つではありませんでした。私はその写真には一度も写っていませんでした。招待されたこともありませんでした。ある晩、3年前に遡ってスクロールしてみました。3回の感謝祭、3回のクリスマス、3回の誕生日。私は1枚も写っていませんでした。16歳の時、父が言ったことを思い出しました。君の心臓には、ママで14万ドル使ってきた。メレディスには、病費が1セントもかかっていない。考えてみてくれ、私は毎日そのことを考えていました。メレディスは私より3歳年上で、家族の太陽のような存在でした。美しく自信に満ち、部屋に入るだけで重力を変えるような人。両親は彼女のボストンの私立大学の全学費を負担し、卒業時にはコンドミニアムを買ってくれました。彼女の初めての車、白いアウディの共同署名もしました。彼女はそれについて12回も投稿しました。私は連邦ローンを借り、州立大学に通い、2年間ひび割れたフロントガラスの中古シビックを運転していましたが、それを修理する余裕がありませんでした。しかし、金銭的なことは最悪ではありませんでした。最悪だったのは、パターンでした。私が誇りに思う何かを共有するたびに、昇進や新しい恋人、バルセロナへの旅行など、メレディスがその週に両親に電話をかけ、私のニュースはまるで大洪水の中のろうそくのように消えてしまいました。私が CPA 試験に合格したことを母にテキストしたとき、彼女は6時間後に返信しました。それは素晴らしいね、ハニー。メレディスが婚約したって聞いた、
メレディスには2つの簡単符、私には1行。家族の中で、私を忘れなかったのは1人だけでした。父の弟リチャード。彼は毎年私の誕生日に電話をかけてきました。時間は7時、彼は、誕生日おめでとう、元気か、と言って、10分間話しました。それは誰よりも多くの時間でしたが、彼からの音沙汰は数年ありませんでした。父はリチャードをこの家族にとって死んだ存在だと言っていました。その理由を尋ねることはありませんでした。答えが怖かったからです。リチャードが最後に電話をかけてきたとき、彼は奇妙なことを言いました。彼らに君の物語を書き換えさせるな、子供、当時は理解できませんでした。それは10月の火曜日の夕方、食料品店でのことでした。2段目の棚から卵のカートンを取ろうとしたとき、痛みが襲ってきました。胸の奥に白熱するような圧力があり、まるで誰かが私の肋骨を突き破ったかのようでした。視界が狭まり、上の蛍光灯が一つの長い光の筋になりました。卵が床に落ちる音を聞く前に、私はそれを落としました。そして、膝が崩れました。見知らぬ人が911に電話をかけました。頬がタイルに当たる感覚、誰かが私の頭の下にジャケットを押し当てる感覚。私の頭の中に明確に思ったことは、両親に電話して、救急車が私をハートフォード病院に運びました。ER の医者は、私が半分しか理解できない言葉を言いました。急性大動脈解離、緊急オープンハート手術、先天性2000弁の合併症の可能性。彼らは直ちに手術を行う必要がありました。緊急プロトコルの下では、命を救うために誰の署名も必要ありませんでした。しかし、手術中に何かがうまくいかなかった場合、生命維持装置についての決定を下すために家族の誰か、医療代理人、誰であれ必要でした。看護師が私に寄り添いました。彼女のスクラブは薄い青色で、声は落ち着いていましたが緊急性がありました。誰かに連絡すべき人はいますか？私は両親の自宅番号を教えました。それが唯一の緊急連絡先でした。彼らは電話をかけました。メレディスが電話に出ました。彼女は両親の家で夕食をとっていました。これは後に知ったことです。彼女が言ったのは、彼女はもう私たちの問題じゃない。この番号を彼女のファイルから削除してください。そして彼女は電話を切りました。手術室に運ばれるとき、私はこれらのことを何も知りませんでした。6時間の手術中もわかりませんでした。麻酔が切れて、目を開けた時には、機械と静寂に満ちた部屋が広がっていました。窓辺には花もなく、椅子にかけられたジャケットもなく、誰の手も握られていませんでした。ただ、看護師が私のそばに座っていました。彼女は優しい目をしていて、名前札には野良と書かれていました。彼女も私と同じくらいの年齢のようでした。彼女の名札には、小さな額に入った写真がささやかに挟まれていました。銀髪の年配の男性が半分建設中の家の前に立っている写真。私はその時、何も思わなかったのです。家族に連絡しましたと彼女は優しく言いました。彼らは来られないと言っています。目を閉じました。涙は流しませんでした。ただ横たわって考えました。来られないのか、来たくないのか、私は2週間病院にいました。最初の3日間は支えなしでは座ることもできませんでした。切開は鎖骨の少し下から胸の底まで走っており、18本のステープルでつながれていました。病院のベッドから母に電話をかけました。留守番電話。父にも電話をかけました。留守番電話。メレディスにテキストしました。たった産後。入院しています。彼女はそれを見ました。青いチェックマークがそれを確認しました。しかし、返信はありませんでした。5日目、請求部門の女性が私の部屋を訪れました。彼女は親切でしたが、金額は酷でした。保険前の合計請求額は18万ドルを超えていました。私の雇用主がスポンサーのプランが一部をカバーしましたが、自己負担額と控除額だけで約3万5000ドルに達しました。私は3万5000ドルも持っていませんでした。5日目には、上司からメールが届きました。件名は、組織再編の更新。
本文は礼儀正しくも空虚でした。長期の休暇のため、私のポジションは再評価されることになりました。保証はありません。私が戻った時、私は切り開かれた胸を持って病院のベッドの中に横たわり、持たざるお金が流出していく中、職を失いかけていました。両親からは一通も電話も、メッセージも、訪問もありませんでした。その夜、私は眠れませんでした。携帯電話を手に取り、インスタグラムを開きました。メレディスの最新の投稿は3日前のものでした。手術の翌週末に投稿された、イタリアンレストランでの家族のディナー。父がステーキを切り、母が笑い、真ん中にいるのは輝くメレディス。キャプションには、大好きな人たちとの日曜日のディナーと書かれていた。コメント欄をスクロールすると、メレディスの大学の友人が、妹はどこと尋ねていた。メレディスの返信は、彼女は自分のことをしているのよ。彼女はそういう子だから、その頃、私は機械なしで息をすることを学んでいた。病院は木曜日に私を退院させてくれたが、それは私がスーパーで倒れてから3週間後のことだった。帰るためにタクシーを呼び、運転手が私のバッグを手伝ってくれた。その運転手は、私の父よりもずっと優しかった。私のアパートは3階にあり、エレベーターはなかった。階段を4階に分けて上がり、手すりを両手でしっかりと握りしめながら、胸が燃えるような痛みを感じた。ドアにたどり着いたとき、私は汗だくで震えていた。中に入ると、すべてはそのままだった。シンクにコーヒーマグ、椅子の背にかけられたジャケット、誰も見守ることのなかった生活が広がっていた。次の週、郵便物がまるで判決のように届いた。病院からの支払い計画、会社からの解雇通知、そして家主からの契約更新通知。家賃が毎月200円上がるという内容だった。私はキッチンのテーブルに座り、積み重なった書類を見つめた。そして、再び父に電話をかけた。彼はこう答えた。ダルセ、父だ。心臓手術を受けたんだ。もう死にかけたんだ、一瞬の沈黙。メレディスが何かを言っていた。お金のことを尋ねるために電話したのか。私は死にかけたのに、誰も来なかった。5秒の沈黙を数えた。皆それぞれ問題を抱えている。ダルセ、大人なんだから、という言葉とともに、通話は切れた。冷たいタイルに手のひらを押し付けながら、私は初めて泣いた。痛みのせいではなく、請求書のせいでもなく、ついに演技をやめたからだった。彼らが来なかったのは忙しいからではなく、そうすることを選んだからだ。すると、突然ドアベルが鳴った。誰も来るとは思わなかった。覗き穴から見ると、50代半ばの男が廊下に立っていた。銀色の髪がこめかみに刺し、茶色のコードロイジャケットを着ていた。最初は誰だかわからなかったが、彼の目を見てわかった。父に似ているが、もっと温かい目だった。火曜日、病院から帰ってきて6日目だった。ドアを開けると、男は微笑んだ。広くも明るくもない、ちょうど良い微笑み。ダルセ、久しぶりだね。彼の声は私の記憶の中の何かを解放した。誕生日にかけてもらった声、午後7時。お誕生日おめでとう、子供よ、リチャード王子だ。彼はうなずいた。入ってもいい。私たちはキッチンテーブルに座った。病院の請求書と解雇通知が山積みになっているそのテーブルで。彼はそれを見ず、私を見つめていた。両手でマグを持つ私の様子、左手が薬の影響で震えているのを、背筋を伸ばすと傷口が痛むのを見つめていた。知り合いの看護師が私に電話をくれたと言っていた。誰も来なかったと。ノラ、彼女の名札の写真。銀髪の男が半分完成した家の前に立っている。それがリチャードだ。彼は私の父を非難せず、メレディスの名を呪わなかった。ただ静かに言った。わかっているよ。君の父も15年前に私に同じことをした。私は彼に尋ねた。どうして切り捨てられたのか。破産したんだ。すべてを失った。ビジネスも、家も、妻も。君の父は家族全員に私を怠け者だと伝えた。母もそれに従った。以来、彼らの家には入っていない。
私はテーブルを見つめた。その模様は同じだった。失敗し、高くつき、消される。リチャードはテーブルに手を置き、過去のことを話しに来たわけではない。君に渡したいものがあるんだ。私の脈拍が速くなった。何？彼は首を振った。今日はダメだ。まずは休む必要がある。木曜日にまた来るよ。木曜日。彼はそう言って去っていった。窓のところに立ち、彼がトラックに向かうのを見守った。古いフォード、綺麗だが使い古されていた。彼は振り返らなかった。しかし、彼は来てくれた。来てくれた唯一の人だった。3日後、大学の友人、ジェスからメッセージが届いた。大丈夫。メレディスの投稿を見た。私は Facebook を開いた。病院以来、メレディスのページをチェックしていなかった。そこで見つけたものは、私の手を止めさせた。公開設定の長文が3段落、心配する姉の震える声で書かれていた。心が痛むけれど、妹は個人的な問題に苦しんでいて、家族から距離を置くことを選んだ。私たちはあらゆる手を尽くした。電話をかけ、メッセージを送り、祝日に招待した。彼女は拒否した。どうか彼女のことを祈ってください。メンタルヘルスは冗談ではない。212の、いいね81のコメント。私は一つ一つ読むことにした。あなたは素晴らしい姉ね。愛する人を押しのける人もいる。メレディスのために祈っている。というコメントも。助けたくない人を助けることはできない。すべてのコメントが釘のように私を打ち据え、すべての、いいねが鍵のように心を閉ざした。メレディスはすべてを一から書き換えていた。彼女のバージョンでは、彼女は悲しむ姉で、私は愛情を拒絶した問題児だった。真実をコメント欄に書き込みたかった。請求書、無視されたメッセージ、彼女のブランチのセルフィーのスクリーンショットを投稿したいと思った。指がキーボードの上で躊躇ったが、反論すれば、彼女が描く通りの私になってしまうと思った。劇的で、不安定で、注目を求める人。彼女はまさに完璧な罠を仕掛けた。だから、私ができる唯一のことをした。スクリーンショットを撮った。すべてのコメント、すべての返信、投稿そのもの、日付、タイムスタンプ。それがなぜ必要だったのかはわからなかったが、本能、あるいは生存本能だろうか。すると、母のコメントが目に入った。手術よりもひどく切りつける6位。私たちは兄があってもあなたを愛している、メレディス。あなたはいつも強い方だった。その言葉は、私を公然と弱者にした。夜、私は眠れなかった。ベッドに座り、ノートパソコンを開き、すべてを見返し始めた。メール、メッセージ、カレンダーの記録、家族との3年間のコミュニケーションをタイムラインに整理した。そのパターンはあまりにも明白で、見逃していたとは信じられなかった。3年前の感謝祭、私は母にディナーの計画を尋ねるメールを送った。彼女は、メレディスがあなたには別の予定があると言っていたと返信した。私はそんなことを言ったことはない。2年前のクリスマス、父にメリークリスマスと電話をかけた。メレディスが今年はプレゼントを欲しがらないと言った。私はすでに彼らの家に小包を送っていた。誰も受け取ったとは言わなかった。1年前、私は会計事務所での小さな式典への招待状を両親に送った。CPA の資格を得たと知らせるためだった。誰も来なかった。母に尋ねると、招待状は届いていないよ、ハニーと。送信済みフォルダーを確認すると、メールはそこにあった。配信確認済み。3つの祝日、3つの嘘。すべてはメレディスを通して伝えられていた。私が連絡を取るたびに、メレディスは両親に異なるストーリーを伝えていた。忙しい、来たくない具合が悪いと、彼女の小さな嘘の壁がいちいちと気づかれ、両親は私が疎遠になっていると思うようになった。彼女は手術中だけでなく、何年も私を消していたのだ。手術はただその結果が目に見える最初の瞬間だった。ノートパソコンを閉じ、暗闇の中で座っていた。そして、最後の誕生日の電話を思い出した。リチャード王子の声は温かく、安定していた。
彼らに君の物語を書き換えさせるな、子供よ、彼は知っていた。あの時点でさえ、彼は知っていた。ただ、私はそれを聞く準備ができていなかったのだ。翌朝、メレディスに電話をかけた。4回目のコールで彼女が出た。ダルセ、驚いたわ。あなたのFacebookの投稿を見た。どの投稿？家族を押しのけたって言ったやつ。一瞬の沈黙、そして軽く。まあ、そうじゃない。私は手術中だったの、メレディス。あなたは病院に私があなたの問題ではないと言った。彼女の声は低く。彼女の呼吸が聞こえた。いつものように、あなたは大げさだと彼女は言った。投稿を削除して。どうして？柔らかい笑い声。あなたを小さく感じさせるための笑い。オンラインで泣くことになるわ。誰も、私の言うことよりあなただけを信じるなんてことはない。ずっとそうだった。通話が切れた。私は電話をテーブルに置いた。手は震えていた。今回は薬の影響ではなく、もっと熱い何かから。何年も感じていなかった怒り。それは、清らかで明確な怒りだった。再び電話を手に取り、メモアプリを開いて、日付、時刻、彼女の言葉を思い出せる限り忠実に打ち込んだ。そして、彼女の Facebook 投稿のスクリーンショットに戻った。それらをフォルダーに整理し、メールや未回答のテキスト、カレンダーのエントリーを追加した。私は証拠を積み上げているわけではなかった。計画もなかった。ただ、10年間もガスライティングを受けてきた人間がすることをしていただけだった。自分を再び疑うことがないように。2日が過ぎ、木曜日がやってきた。午前10時にちょうど、ドアベルが鳴った。リチャード王子、時間通りに来て、今回は厚いマニラ封筒を腕に抱えていた。リチャードは再び私の向かいに座った。同じ椅子、同じ穏やかさ。しかし、今回はテーブルの上に彼が持ってきた封筒が、まるで部屋の中の第三者のように置かれていた。彼はすぐには開けなかった。代わりに、話し始めた。お父さんが私を切り捨てた後、私はすべてを失った。ビジネス、家、結婚。ルート8のモテルに4ヶ月住んでいた。彼は、まるで天気を説明するかのように、そのことを語った。哀れみも、演技もなく。やがて、彼は小さな家を見つけた。リッチフィールドの、崩れかけた、屋根が漏れ、ポーチが腐り、パイプが冬の半分凍っている家だ。それをほとんど無償で買い、自分で修理し、8ヶ月後には3倍の値段で売った。彼は背もたれに寄りかかり、さらに続けた。10年後には、いくつかの不動産を所有していた。パートナーも投資家もいなかった。ただ、私とトラック、そして強い意志だけだった。彼の手を見つめながら話を聞いた。洗い手、働く手、私の父とは正反対の手だった。彼は子供を持たなかったと言った。あなたのお父さんが2人を育てるのを、遠くから見ていた。でも、見ていた。彼があなたにしたことを、ダルセ。私にしたことと同じだ。あなたが何かを彼に負担させれば、あなたが問題だった。彼は封筒をテーブルの上に滑らせ、フラップを開けた。最初に取り出したのは、小さくて銀色の、端が滑らかになった鍵だった。これは家の鍵だ、彼は言った。リッチフィールドの本物の家だ。3つの寝室、ポーチ、半エーカーの庭。あなたのものだ、私はそれを見つめた。どういう意味で私のものなの？彼は6年前にそれを買い、自分で修理したのだと言った。あなたが25歳になった時、私は登記にあなたの名前を入れた。ただ、あなたに言わなかっただけだ。私は鍵を手に取った。それは彼の手のぬくもりを感じた。他にもある、彼は言った。でも、まずこれから始めよう。リチャードは再び封筒に手を入れ、三つ折りの2枚の紙を引き出した。青いインクで手書きされたものだった。彼の字は、労働者の手にしては意外に整っていた。私が去った後に読んで、彼は言った。でも、短いバージョンを話そう。彼は、ドラマチックではなく、介入できない時に人々が静かに見る方法で、私を見守っていたと言った。
彼は私のソーシャルメディアを追っていた。メレディスの投稿を見て、写真に誰が写っているのか、誰が写っていないのかを見ていた。そして、ノラという、私の高校時代の友人の娘を通じて、私の人生に薄い糸を結びつけていた。彼は、父が家族の遺産計画から私を外したことを知っていた。両方の家族と今でも話すいとこたちから聞いたのだ。彼はメレディスがそのことを推し進めたことを知り、決断を下した。彼が所有するすべての不動産、築いたすべての口座、すべてを私に渡すことにした。いつかではなく、今。不可逆信託というものを通じて、彼の弁護士が数年前に構築したものだった。彼はテーブルの上に第三の文書の束を滑らせた。それは、法的文言で詰まったページだった。ヘレン・マーシュが独立した信託管理者として記載されていた。信託の条件が私に完全な管理権を移行するまで、資産を管理する法的権限を持つ人だ。リチャードは、私が30歳になった時に、資産の管理が完全に私の手に渡るように構築した。それまでは、ヘレンが全てを監督するが、私の意向に従う指示を受けることになる。しかし、重要なラインは、私にも明確だった。単独受益者、ダルセ・エマーソン。3つの不動産、リッチフィールドの家を含む、貯蓄口座、推定総価値は、約120万ドル。私は明日死ぬつもりはない、彼は言った。少なくとも、そう願っている。でも、今知っておいて欲しかった。なぜなら、今、あなたを選んだ人がいるということを知る必要があるからだ。私は泣いた。キッチンの床で泣いた時とは違った。これは、最も必要なものが、期待しなくなった時に遅れてやってきた時に起こる泣き方だった。リチャードは立ち上がり、私の肩に手を置いた。私に何も借りはない、彼は言った。彼らに何も借りはない。あなたはただ、自分自身に生きるに値する人生を与えるべきだ。彼は去る前にもう一つのことを教えてくれた。2年前、父が彼に電話をかけてきたのだ。突然、再接続を望んでいると。リチャードはすぐにそれを見抜いた。ジェラルドはその不動産について聞きつけ、参加したがった。リチャードは断った。ジェラルドは再び彼を切り捨てた。同じパターン。いつも同じパターン。しかし、今回は、リチャードはすでに私を囲む壁を築いていた。私は12月のある土曜日にリッチフィールドの家に引っ越した。最初の朝、私はポーチに立ち、コーヒーを持って庭を見渡した。半エーカーの土地、フェンスの近くには砂糖カエデがあり、冬には裸だが、まだ威厳を保っていた。砂利のドライブウェイ、静けさ、空虚ではなく、選ばれたように感じる静けさ。トリントンで週2回の理学療法を始めた。オフの日には、近所を歩いた。最初は短い距離から始め、徐々に長くなった。私の体はゆっくりと、しぶしぶ協力し、再びその信頼に値するかどうかを試しているようだった。私は、ドクター・クラインという、家族の疎遠を専門とする60代の静かな女性のセラピストを見つけた。最初のセッションで、彼女は私が聞いたことのないフレーズを使った。感情的親代わり、スケープごとのダイナミクス、隠れた偏愛。彼女はそれらを診断のように述べた。そして、初めて、私の人生のパターンに名前をつけることができた。私は新しい仕事を得た。最初はフリーランスの会計、その後、リッチフィールドの小さな会社でのスタッフポジション。通勤は8分だった。オフィスには窓があり、上司は私のコストを気にしなかった。私は家族に電話をかけるのをやめた。誰もブロックしなかった。ただ、連絡を取るのをやめただけだった。そして、誰も戻ってこなかった。誕生日の電話も、感謝祭のテキストも、クリスマスカードも、何もなかった。その沈黙は全てを確認した。ドクター・クラインが名付けたことを私は守り続けた。すべてのスクリーンショット、すべてのメール、すべての記録を保存した。復讐のためではなかった。ドクター・クラインはそれを明確にしていた。自分のために記録して、彼女は言った。そうすれば、自分の記憶を疑わなくて済む。4年が過ぎた。
私は小さく、安定した、私の人生を築いた。すると、3月のある朝、野良から電話がかかってきた。彼女の声は違って聞こえた。緊張し、注意深い。ダルセ、おじさんが入院している。彼女は一息つき、あなたのお父さんが遺産について聞きに来た。私は40分以内に病院に到着した。ハンドルを握る手は安定していたが、胸はそうではなかった。リチャードは軽い脳卒中を起こしていた。彼は安定していて、意識もあり、明晰だったが、疲れていた。医者は休息と薬で完全回復すると予想していたが、彼は蛍光灯の下で脆く見え、私はそれが一番怖かった。3階の彼の部屋を見つけたが、ドアに近づくと、廊下で看護師と話している姿を見た。チャコールスーツ、銀の時計、建物を所有する男のような姿勢。私の父だった。彼は振り返り、私たちの目が5年近くぶりに会った。彼は、どうしてここにいるのと言った。彼は私のおじさん。彼は私の兄弟だ。15年間、あなたの兄弟ではなかった、父、ジェラルドの顎が引き締まり、目の周りに微細なひるみが見えた。その後、彼の仮面が戻った。彼は声を柔らかくしたが、それは温かさからではなく、戦略からだった。私は彼がこの状況を一生見てきたのを知っていた。見てください。私たちは意見の相違があったけれど、家族は家族です。私はただリチャードの面倒を見たいだけなんです。私は彼を見つめた。彼は同じスーツ、同じ姿勢、そして47秒で電話を切った父親と同じ男だった。それは思いやりですね、と私は言った。彼は一瞬目を瞬きさせ、不安そうに私の言葉を受け止めたが、私は本心ではなかった。後で野良から、私が到着する前に彼が看護師ステーションで何を尋ねたのかを聞いた。リチャードの近親者、代理権、パワーオブアトーニー、そして誰が決定権を持っているのかを知りたがっていたのだ。彼はリチャードのためではなく、リチャードが持っているもののためにここに来たのだ。翌日、私は正午に病院に戻った。リチャードの部屋の外の廊下は舞台のように見えた。ジェラルドがいて、パトリシアがいて、窓のそばで腕を組んで廊下を見渡すメレディスがいた。彼女は以前とは違って見えた。痩せていて、以前よりも化粧が濃かった。彼女の服はまだおしゃれだったが、ブランド名は消えていた。ハンドバッグはフェイクレザーで、靴の左のつま先には直さなかった傷があった。彼女が最初に私に気づいた。ああ、ダルセ、心配してたのよ。彼女は私に駆け寄り、両腕を広げて声を高くして言った。病棟の看護師全員に聞こえるように。私たちはあなたのことが心配だったの。彼女は私を抱きしめた。私はじっとしていた。引き離すことも、寄り添うこともせず、ただ彼女が手を離すのを待った。パトリシアが前に出てきた。ダルセ、私たちは本当にあなたに会いたかったの。彼女の声は揺れていたが、感情からではなく、何かを必要としている人の声だった。リチャードの部屋の中で、ジェラルドは時間を無駄にしなかった。リチャードは眠っていた。ジェラルドはベッドの足元に立ち、低い声でまるで会議室のように話した。リチャードの状況について話がある。彼は元気ではない。誰かが彼の財産や口座を管理する必要がある。彼は私の方を向いた。あなたは彼を訪れている。彼はお金のことについて何か言ったか、私は彼の視線を受け止めた。なぜそんなことを聞くの？彼は私の兄弟だ。知る権利がある。私は沈黙を持たせた。それなら彼の弁護士に聞くべきだ。ジェラルドの表情が硬くなった。隅でメレディスが、チャードのベッドサイドテーブルに置かれた書類を手に取った。まるでナプキンを整えるようにさりげなく。彼女は携帯電話で素早く写真を撮ったが、それは病院の夕食メニューだけだった。私は彼女がそれをするのを見ていた。彼女は私が見ていることに気づかなかった。廊下の看護師ステーションから10フィートほどの距離で起きた出来事だった。ジェラルドは、チャードの部屋を出て私の後を追った。メレディスは彼の2歩後ろにいた。パトリシアはドアのところでじっと見ていたが、何も言わなかった。いつものように、
ジェラルドの声は必要以上に大きく、意図的だった。あなたがリチャードに何を話しているのかわからないが、病気の老難を利用することは許さない。二人の看護師が顔を上げ、一人のスクラブ姿の男が歩みを止めた。廊下の向かいの部屋を訪れていた女性が開いたドア越しにちらりとこちらを見た。メレディスはタイミングよく付け加えた。彼女はいつもこんな感じ、操り人形のように、自分の欲しいもののために被害者を演じている。私はその言葉が重く響くのを感じた。まるでコンクリートが足元に流し込まれたかのようだった。動けない。反応もできない。そして口を開いた時には、見知らぬ人々の陪審団はすでに意見を形成し始めていた。母を見ると、パトリシアの目は床に固定され、手は前で組まれていた。彼女は何も言わなかった。もちろん、言えなかったのだ。私は再びジェラルドに振り向いた。私の声は彼の声よりも静かで、しかし確かなものだった。私はリチャードに何も頼んでいない。彼が私のところに来た理由は、あなたも知っているはずだ。ジェラルドは半歩前に出た。それはどうか見てみよう。私は弁護士を呼ぶ。そうすべきだ。私は振り返り、エレベーターに向かって歩き出した。ボタンを押すと、扉が開いた。中に入り、扉が閉まった。その瞬間、私は手が震えるのを許した。車の中で、私は電話を取り出し、リチャードの弁護士、ヘレン・マーシュに電話をかけた。ヘレン、彼らは信託を挑戦してくる。どうすればいい？私たちは何もしない、ヘレンは言った。彼女の声は静かで穏やかだった。信託は撤回できない。彼らは触れることができない。その後、彼女は付け加えた。しかし、もし彼らが騒ぎを起こせば、私が助けられるものがある。リチャードが私にそれを保管するように頼んだのだ。翌日の午後、私はヘレンのオフィスであった。それはトーリングトンのメインストリートにある小さな法律事務所で、温かい木の香り、背の高い本棚、古い紙と新しいコーヒーの匂いが漂っていた。ヘレン・マーシュは50代前半で、銀色のストライプの入った髪を後ろに束ね、ワイヤーの縁のメガネをかけていた。彼女は良い弁護士がするように、無駄な音節を使わず、正確に話した。あなたの弟様は今週この事務所に2度電話をかけ、リチャードの遺産計画について問い合わせてきました。私はそれについて話すのを断りました。弁護士と依頼者の特権です。彼女は机の上で手を組んだ。しかし、リチャードが私にあなたに教えることを許可したことがあります。彼女はリチャードがすでに知っていたことを教えてくれた。私の父は1ヶ月前に財政的に破綻していた。彼はすべての退職金を海岸の商業不動産開発に投資していて、そのプロジェクトは崩壊し、許可が却下され、パートナーは撤退したのだ。ジェラルドはさらに借金を重ね、家族の家を担保に2番目の抵当権を借りた。その投資も崩れ、彼は8ヶ月前にローンの返済を滞納した。家の価値は大幅に下がり、彼が負っている額はそれをはるかに上回っていた。銀行は差し押さえ訴訟を提起した。コネチカット州では、そのプロセスは1年以上、時には2年かかるが、結果はすでに明らかだった。問題は、彼らが家を失うかどうかではなく、いつ失うかということだった。メレディスもまた、状況は良くなかった。彼女の離婚は1年前に成立し、元はほとんどの流動資産を持っていった。彼女が住んでいたコンドミニアム、私の両親が買ったもので、彼らの名義になっているものは、家に結びついていた。銀行の担保の一部だった。あなたの弟様は2年前にリチャードに連絡を取り、再接続したいと言っていました、とヘレンは続けた。リチャードは彼が何を求めているかすぐにわかり、拒否しました。弟様は電話をかけるのをやめました。ヘレンは引き出しを開け、小さな封筒を机の上に置いた。手書きのラベルが貼られており、ジェラルドに尋ねられた時に開けるためにと書かれていた。リチャードは2年前にこれを私に預けました、と彼女は言った。彼はあなたがタイミングを知るだろうと言っていました。私はそれを拾い上げた。軽かった。手の中でひっくり返したが、開けることはしなかった。まだ、何かが私にこの手紙は弁護士のオフィスではなく、人々がいる部屋のためのものであるように感じさせた。
リチャードは金曜日に退院した。私は彼をリッチフィールドの外にある12エーカーの修復されたコロニアル様式の家に連れて行った。彼はゆっくりと、しかし確実にポチの階段を上がり、片手は手すりに、もう片方の手は私の肘を振り払った。私はまだ死んでいない、彼は言った。2週間後、彼は私に電話をかけた。感謝の集まりを開きたい、彼は言った。小さな集まりを、私に来てくれた人たちに、彼はゲストをリストアップした。私、ヘレン、ノラ、隣人のジム、そしてジムの妻、母方の親戚でいつも親切だったキャロルおばさん。彼の請負業者時代の2人の古い友人、合計で15人くらいだ。そして彼は言った。ジェラルドとパトリシア、メレディスも招待する。私は沈黙した。なぜ？彼らが何を逃したのかを見せたいから、彼は言った。そして、私が話すのを聞かせたい。間接的にではなく、弁護士を通してではなく、私が私の家で、大切な人たちの前で話すのだ。私は彼に緊張していると伝えた。彼は理解していると言った。ファイルを持ってきて、彼は言った。あなたが持っているもの、私は彼にスクリーンショットやメール、電話記録のことを話していなかったが、彼には分かっていた。もちろん、彼には分かっていた。集まりの日は10月の日曜日で、私の手術からちょうど5年が経過した日だった。リチャードがそれを計画していたかはわからないが、偶然ではないと思った。家は美しかった。窓からの暖かい光、道に並んだ楓の葉は金色と同色に変わり、風が強くなると、長いテーブルはカバーされたポーチに置かれ、その後室内に移された。ジェラルドはスーツを着て現れた。習慣だろうと私は思ったが、彼の体には合わなくなっていた。彼は痩せていた。パトリシアは彼の一歩後ろを歩き、両手で財布をしっかりと握りしめていた。メレディスは最後に到着し、室内にいてもサングラスを外さなかった。彼女は20分間そのままで、私が気づくと、ジェラルドは挨拶もせずに何かを始めていた。彼は部屋をゆっくりと歩きながら、ドアの枠に手を触れ、ビルトイン棚をじっと見つめ、天井のモールディングを目で追っていた。彼はその工芸を称賛しているのではなく、価値を見積もっていた。食事が終わり、ローストチキンやコーンブレッド、ノラがどうしても作りたがったサラダが並んだ後、誰もがリビングルームに落ち着いた。暖炉に火が入っていた。ジムと彼の妻はラブシートに座り、キャロルおばさんは窓の近くに、ノラはマントルのそばで水の入ったグラスを持って立っていた。ヘレンは本棚の近くの背筋を伸ばした椅子に座り、レザーのポートフォリオを膝の上に置いていた。ジェラルドが話を切り出した。小話が途切れた瞬間を見計らって、アームチェアに身を乗り出し、指を組んで、カジュアルな声で言った。リチャード、考えていたんだ。君は年を取っていく。誰もがそうだ、彼は練習された笑い声を漏らした。遺産計画について考えたことはあるか？本格的な計画だよ。家族はお互いを見守るべきだ。リチャードは暖炉の近くのウィングバックチェアに座っていた。彼の姿は以前より小さく見えた。脳卒中の影響で体重が減ったが、彼の目は以前と変わらず、しっかりと、すべてを見逃さなかった。実は考えたよと彼が言った。それが今日みんなを招待した理由の一部さ。ジェラルドの顔が明るくなった。彼の顎の周りの緊張が解けていくのを私は見た。彼は勝ったと思っていた。リチャードが何かを渡してくれると思っていたのだ。メレディスが身を乗り出した。リチャードおじさん、私たちはすべてを大切にしていることを知ってる。彼女は心に手を当てた。私たちは家族だから、彼女の口から出た、家族という言葉は、まるで通貨のように聞こえた。リチャードは、秒間沈黙を保った。次に彼は私を見た。私は彼の目を見返した。彼は眉を上げ、わずかにわかる程度でうなずいた。彼はヘレンに向き直った。ヘレン、お願いできるか？ヘレンは立ち上がり、ポートフォリオを開いた。一枚の書類を取り出し、1000回契約書を読み、決して動じなかった女性の声で言った。リチャード・エマーソン氏は4年前に不可逆信託を設立しました。この信託には、津の不動産と貯金口座が含まれています。
その唯一の受益者はダルセ・エマーソンです。誰も動かなかった。ジェラルドは二度瞬きした。その後、何が起こるのか。火がパチパチと音を立て、キッチンのどこかでタイマーが何もないのになった。ジェラルドは巣を引きずるほど急に立ち上がった。これは馬鹿げている。君たちはただ、彼は私を指さし、次にリチャードを指さした。彼女は君を操っている。彼女は君のところに通って、耳元で囁いている。黙れ、ジェラルド、リチャードは声を荒げなかった。彼には必要なかった。その言葉は、15年かけて正確に言う方法を学んだ男の重みを持っていた。ジェラルドは座った。リチャードは愛に身を乗り出した。ダルセが私の人生に戻ってくる前、彼女が私を訪れる前、脳卒中の前にこの信託を設立したんだ。君が自分の娘を捨てるのを見ていたからだ。メレディスの声が隅から割り込んできた。リチャードおじさん、ダルセは人々にメレディスをかわいそうに思わせる術を持っているの。リチャードは彼女に向き直った。彼の口調は変わらなかったが、彼の目の奥で何かが変わった。君が病院に行ったことは知っている。彼女はもう私たちの問題ではない。それが君の正確な言葉だった。メレディスの顔から色が一瞬で消えた。まるで誰かがプラグを抜いたかのように。彼女はジェラルドを見、次にパトリシアを見て、バックアップを求め、いつも助けてくれた人々を探していた。パトリシアは床を見つめていた。ジェラルドの顎はしっかりと閉まっていた。窓際に座るキャロルおばさんがティーを置いた。どの病院と彼女は尋ねた。何が起きたの？それがダムの亀裂だった。ノラがマントルのそばに立ち、初めて話した。彼女は自己紹介をした。ハートフォード病院の看護師だと。彼女は私の手術の夜について説明し、家族への電話、反応、その記録を語った。ジムの妻は口を覆い、キャロルおばさんの手は胸に行った。ジムは静かに首を振りながら、ジェラルドを見ていた。誰も私に同情しているようには見えなかった。彼らは私の家族を、もっと恐ろしい何かで見ていた。理解だ。私は立ち上がるつもりはなかったが、立った。私は33歳だった。彼らが残した瓦礫から5年間をかけて人生を築いた。部屋は私の方を向いた。15の顔があった。私が生涯知っている顔もあれば、つい最近出会ったばかりの顔もあった。みんなが待っていた。私は叫ばなかった。泣かなかった。私はドクター・クラインが教えてくれたように、事実をもって話した。大声ではなく。5年前、私は緊急心臓手術を受けた。病院は私たちの両親に電話をかけた。メレディスが応答した。彼女は彼らに、私が彼らの問題ではないと言った。それから彼女はランチの写真を投稿した。私は携帯電話を取り出し、ロックを解除し、何年も保管していたフォルダーを開いた。これが、私を家族から見捨てたと300人に告げた彼女の Facebook の投稿のスクリーンショットだ。私はそれを掲げた。これが彼女のコメントだ。ああ、彼女は自分のことをしている。彼女がどんな人か知っているでしょ。心臓手術から目覚めて3日後に投稿された。私はスクロールした。これが病院の記録だ。患者の家族が連絡され、応答を辞退した。緊急連絡先は、術後回復中に不在だった。手術は、苦思的同意の原則の下で進行した。私は父を見た。父さん、私はその後君に電話した。私はほとんど死にかけていた。君はお金のために電話しているのかと尋ねた。そしたら君は電話を切った。47秒だった。電話記録がある。ジェラルドは口を開き、閉じ、再び開いた。それは、私は。日付と時間が知りたい。彼は黙った。パトリシアは泣いていた。小さく静かなサブズ。彼女の手が口に押し当てられていた。ジェラルドは彼女にやめるように言ったが、彼女はやめなかった。メレディスはカーペットをじっと見つめ、まるでそこに指示があるかのようにしていた。キャロルおばさんの声が静けさを破った。ジェラルド、これは本当なの？彼は答えなかった。私は部屋に目を向けた。私は復讐のためにここに来たのではない。
リチャードおじさんに頼まれてきたし、初めて言うべきことを言うためにここにいる。私は自分の心拍が安定し、強く、得たものであるのを感じた。私は君たちの負担ではない。私は決して君たちの負担ではなかった。そして、これからは君たちの後ろ盾でもない。部屋は長い間静かだった。火が2度パチパチと音を立てるまで。その後、ジェラルドは戦術を変えた。私は彼が以前にこれをやったのを見たことがあった。権威から訴えへの転換、ダイヤルを回すように滑らかだった。彼は腕を組むのを解き、肩の力を抜いた。短い時間で作り出せる最も優しさに近いものを私に向けてみた。ダルセ、聞いてくれ。私たちは、厳しい年を過ごしてきた。非常に厳しい年だ。家が、銀行が家を取り上げようとしている。私たちには行く場所がない。彼は一呼吸置いて、その言葉を重みとして受け止めさせた。君には今3つの不動産がある。きっと、君の両親が一つに留まることを許してくれるよう、私たちが立ち直るまでの間だけでも、メレディスは予想以上に早く回復し、背筋を伸ばし、髪を整えていった。そうだよ、ダルセ、これは君が大人になるチャンスだ。私は彼女を見た。5秒間。私は父の電話の沈黙を数えるようにそれを数えた。大人になる、私は繰り返した。君が病院に行った私の問題ではないという人間になるってことを、メレディスの冷静さがわずかに崩れた。それは、私はストレスを感じていた。君を意味したわけではない。メレディス、手術から目覚めたその日午後に、ブランチの自撮りを投稿したじゃないか。最高の人生を楽しんでいた。君はストレスを感じていなかった。祝っていたんだ、ジェラルドが口を挟んだ。過去の話はもう十分だ。私たちは、助けが必要なんだ。私はゆっくりと彼に向き直った。まるで人生のすべてから逃げてきた場所に向かうように。君は私が手術を受けている時に娘でいて欲しかった。君はそこにいないことを選んだ。私が電話をした時、父でいて欲しかった。君はそうすることを選ばなかった。今、君は私から何かを必要としている。私はその言葉を落ち着かせ、初めて選択する権利を得た。私はバッグの中に手を入れ、ヘレンが私に渡した小さな封筒を取り出した。それはリチャードの手書きで、ジェラルドが助けを求めに来た時に開けてくださいと書かれていた。2年前、リチャードおじさんは私にこれをくれた。君が助けを求めてきた時に開けるようにと言われたんだ。ウィングバックチェアに座っているリチャードが一度うなずいた。私は封を切った。2枚の紙が一度折りたたまれていた。青いインク。整然とした同じ手書きの文字。私は声を出して読み上げた。感情を抑え、演技も華やかさもなく、ただページの言葉を伝えた。親愛なるダルセ、これを読んでいるということは、ジェラルドが金を使い果たし、私の助けを求めてきたということです。あなたは彼に何も借りていないことを知ってほしい。彼は、あなたを病院の一室で一人目覚めさせた時に選択をしたのです。私は息を吸った。だが、あなたに知ってほしいこともある。残酷さは選択であり、慈悲もまた選択だ。あなたが何を決めようとも、私はそれを尊重する。あなたには自分で選ぶ権利がある。それが私があなたに望んでいたすべてだ。リチャードおじさんの視線を受けながら、私は手紙を下ろした。キャロルおばさんは手の甲で目を拭っていた。ジムの妻は彼の腕をしっかりと掴んでいる。ノラは暖炉のそばに立って、動かず、無表情だったが、目は輝いていた。ジェラルドは自分の手に目を落とし、膝の上に平らに置いていた。彼は何も言わなかった。おそらく私の記憶にある限り、初めてジェラルド・エマーソンが反論を持たなかった瞬間だった。すると、パトリシアが静かに、か細い声で言った。ダルセ、ごめんなさい。私は病院に行くべきだった。メレディスがそれほど深刻ではないと言ったけれど、私は確認すべきだった。行くべきだった。部屋が息を飲むような静けさに包まれた。彼女は知っていた。ずっと知っていたのだ。彼女はそう疲れていたわけではない。便利な言い訳を与えられ、それを受け入れてしまった。それはもっと厄介だった。
私は手紙を折りたたみ、封筒に戻して、リチャードの椅子の横のサイドテーブルに置いた。そして、私は姿勢を正し、部屋全体に向かっていった。私の両親だけでなく、みんなに向けて。あなたたちが家を失い、路上で眠ることを許さない。それは私をあなたたちと同じにしてしまう。私はあなたたちとは違う。ジェラルドの頭がパッと上がった。彼の顔に何かがちらついた。安堵かもしれない。あるいはその始まりかもしれない。私はその思いを心に留めなかった。信託の管理人として、ヘレンはメープルストリートのコテージの6ヶ月の賃貸契約を用意した。私はその条件を承認した。リチャードおじさんの物件の一つだ。小さいが清潔だ。市場価格の家賃だ。すぐに支払えない場合、最初の2ヶ月は猶予がある。ヘレンはポートフォリオを開き、短い書類の束を私たちの間のコーヒーテーブルに置いた。ジェラルドはその書類を見て、次に私を見た。賃貸契約。自分の親に家賃を請求するのか。お父さん、あなたは私が生きていることに対してお金を請求した。あなたは私の心臓にかかったお金を1ドルずつ数えた。14万。16歳の時、夕食の席であなたがそう言った。だから、はい、市場価格だ。彼はビクッとした。金額は変わっていなかった。ただ、その場にいる人々の前で私の口からそれを聞くことを予想していなかったのだ。もう一つの条件がある、私は言った。メレディスは、300人に私は家族を見捨てたと投稿した Facebook の投稿を削除する。彼女は正しい訂正を投稿するか、さもなければ賃貸契約は無効だ。メレディスは私を見つめた。まさか、そんなことはないでしょう。私は極めて真剣だった。私は彼ら一人一人を見た。ジェラルド、パトリシア、メレディス、順番に。あなたたちには、決断するための1週間がある。ヘレンが書類を持っている。私はそれを言い終え、ポーチに出た。10月の空気が顔に当たった。涼しく、すがすがしい。ドライブ沿いの砂糖楓が真っ赤と金色に燃えていた。私は深く、満ち足りた息を吸い込んだ。5年ぶりに、胸の痛みが消えた。集まりの1週間後、私の携帯が5年分の中で最も多く振動した。最初にかかってきたのは、キャロルおばさんだった。彼女は40分も話し、信託やお金のことではなく、私のことを話した。メレディスが親族に私が西に引っ越し、スペースが欲しいと言ったことについて。誰もそれを疑問に思わなかった。メレディスがその話を適度な悲しみを帯びた声で説得力を持って語ったからだ。私たちは誰も知らなかった、ダルシー。私たちは誰も知らなかった。彼女はあなたが消えたいと思っているかのように聞こえた。キャロルはすでに家族の他の人々、バーモントのいとこやおじさん、ニューハンプシャーの母の姉にそのことを伝えていた。真実は、長く水中に保持されていた時のように、早く、混乱し、抑えきれない形で広がった。私は何年も連絡を取っていなかった人たちからメッセージを受け取り始めた。ごめんなさい。私は尋ねるべきだった。ジェラルドがこんなことを許したなんて信じられない。それぞれのメッセージは、長い間引き裂かれていたものの小さな縫い目のようだった。メレディスの Facebook の投稿は集まりから3日以内に削除されたが、訂正は投稿されなかった。コメント欄はすでに変わっていた。誰かが鋭い質問をし、さらに多くの質問が続いた。彼女はプロフィールをロックし、完全に無効にした。ジェラルドとパトリシアは6日目に賃貸契約に署名した。ヘレンが書類を処理した。ジェラルドは私を見ずに署名した。パトリシアは震える手で署名した。彼らが出て行くとき、ジェラルドはドアのところで立ち止まった。振り返ることはなく、数秒間その場に立っていた。何かを言うかどうか決めかねているように、一方の手をドアの枠に置いていた。それから彼は外に出た。私は父がためらうのを初めて見た。彼らは翌週末にメープルストリートのコテージに引っ越した。2つの寝室、1つのバスルーム、小さな庭、控えめで清潔だ。十分だった。私は勝利を感じなかった。
喜びも感じなかった。その夜、私は自分のポーチに座り、ティーカップを持って、暗くなりつつある空を見つめ、ドクター・クラインが警告していたものを感じていた。癒しは必ずしも勝利のように感じるわけではないと彼女は言った。時にはただ静けさを感じるだけだ。彼女は正しかった。しかし、その時ノラから電話がかかり、彼女が言った言葉は静けさを粉々にした。ダルセ、あなたの母について話さなければならないことがある。彼女は手術の1週間後、午前2時に病院に電話をかけた。あなたが生きているかどうか尋ねた。それから電話を切った。名前も残さず、でも私はその電話を受け取った。彼女が泣いていたのを覚えている。私は長い間何も言わなかった。ノラは待っていた。彼女は、その瞬間に横に傾いてしまった誰かと一緒に静かに座るのが得意だった。彼女は知っていたと私はやっと言った。彼女は知っていたとノラも確認した。私はティーカップを置いた。手はしっかりしていたが、胸の奥に、傷よりも深い何かが、長い間感じていなかった痛みを引き起こした。パトリシアは電話をかけていた。午前2時に、娘の心臓が切り開かれ、縫い合わされた1週間後、彼女は電話を取り、病院にかけて、見知らぬ人に私がまだ息をしているかを尋ねた。それから電話を切り、再び寝床に戻り、5年間連絡を取らなかった。私はそれについて長い間考えた。誰にも見えないように暗闇の中で、午前2時にだけ現れる愛にどう対処すればいいのかわからなかった。ドクター・クラインは、それが最も一般的な共犯の形だと言った。憎しみでも無関心でもない。忠誠心に装った臆病さだ。集まりの1ヶ月後、メレディスから電話がかかってきた。私はほとんど応答しなかったが、タイミングに何か違うものを感じた。10時遅く、メレディスがそんな時間に電話をかけることはなかった。彼女の声は平坦で、甘さも演技もなく、ただ疲れが漂っていた。私は投稿を削除した。訂正はしなかったね。もしそうしたら、みんなが私が嘘をついていたことを知ってしまう。すでにみんな知っている。メレディス。長い沈黙が続いた。彼女の呼吸が聞こえた。乱れた、不安定な音だった。私はいつからこんな人になったのかわからないと彼女は言った。私は待った。彼女は何も言わなかった。それに対する答えは私には言えないと私は言った。でも、あなたはそれを話せる誰かに相談した方がいい。彼女はさよならも言わずに電話を切った。その後の数週間、キャロルを通じて他のことを聞いた。メレディスは離婚後、友人をほとんど失っていた。今、家族が真実を知ったことで、彼女が何を言ったか、私は尋ねなかった。どうして、彼は私の目を見ずに、庭にある佐藤楓に目をやった。その枝は無残に裸だった。彼は言った、恥ずかしかったからだ。医療費の高さ、自分が提供者としてどう見られているか。君が病気になるたびに、すべてを修復できない自分を思い知らされる気がしていた。そして、彼は言葉を詰まらせ、訓を罰した。私はドアの入り口に立っていた。風が庭を通り抜け、どこか遠くで犬が吠えていた。彼を抱きしめることも、ドアを叩くこともなかった。ただ、静かに耳を傾けた。許してほしいとは言わない、彼は言った。自分にはその資格がないことを知っている。その通りだ、私は答えた。君には資格がない、彼はゆっくりとうなずいた。真実を聞いた男のうなずき方だった。そして、彼が期待していた重さだった。彼は去ろうとして、ポーチの階段を2つ降りた。お父さん、私は呼び止めた。彼は立ち止まり、振り返った。家賃は期日通りに支払って、彼の顔に何かが過ぎった。微笑みでも、安堵でもない、彼が得た以上のものだと認識するような表情だった。彼は一度うなずき、その後車に向かい、去っていった。1年が過ぎ、また1年。世界は一夜にして変わることはなかったが、嵐の後の土が静かに沈むように、少しずつ変わっていった。今、私は33歳。リッチフィールドの家に住んでいる。今年の春にポーチを淡い灰色に塗り替えた。
朝の光を受けて美しく輝く。南のフェンスに沿って、主にハーブやトマトの庭が広がっている。2月に現れ、ずっと居ついている猫、バックリーもいる。私は町の会計事務所で上級会計士として働いている。パートナーたちは私の名前を知っている。私のデスクは白樺の木々に面している。私は裕福ではない。10年落ちのスバルを運転し、毎日ランチを持参するが、すべての請求書は払われ、自分の支払いは自分のものだ。誰も私の費用を数えない。健康状態は安定している。年に2回心臓専門医に会い、毎朝、ポーチで水を一杯飲みながら薬を服用する。胸の傷跡は淡い銀色の線に変わった。以前は隠していたが、今はそうしない。ノラは私の親友だ。彼女はハートフォードから各州で車を飛ばしてくる。私たちは一緒に料理をするが、下手くそで笑い合う。日曜日には、キャロルおばさんが電話をかけてくる。4分間の短い電話ではなく、実際の会話だ。リチャードおじさんは、週日曜日の夕食にやってくる。彼は食べ物を持参する。なぜなら、彼の言葉によれば、私の料理は危険だからだ。私たちはキッチンのテーブルで食事をし、彼は物語を語り、私はそれを聞く。時には何も話さず、そういう瞬間も良い。両親はコテージに住んでいる。家賃は毎月1日に入金される。ジェラルドはスーパーで私を見かけるとうなずく。パトリシアは去年、手書きのクリスマスカードを送ってきた。絵文字のない、本物の文が書かれたカードだ。君のことを考えている。メレディスはセラピーを始めたと、キャロルが教えてくれた。彼女は電話をかけてこない。私も連絡を取っていない。私たちはハローマーク家族ではないし、これからもそうなることはないだろう。しかし、私たちは今、正直だ。そして正直に言うと、それは私がこれまで持っていた以上のものだ。この話を聞いていて、何かが心に響いたなら、あなたの家族の中に、あなたを単なる数字の一つのように感じさせた人がいるのなら、あなたが悪者にされるような物語を書き換えられたのなら、知ってほしい。謝罪を待つ必要はない。変化を期待する必要もない。ただ、自分が生きる物語は彼らが語ったものではないと決めればいい。復讐はしなかった。こういう話では、の言葉がよく使われるが、そうではなかった。私が得たのは明晰さだ。そして明晰さは復讐よりも優れている。復讐は色あせるが、明晰さは残る。それが私の立つ土台となる。最も難しかったのは手術でも、請求書でも、沈黙でもなかった。最も難しかったのは、ついに電話をかけるのをやめた朝だった。ベッドに座り、手に電話を持ち、母の番号を画面に見つけ、ただ置いた。その瞬間、集まりでも信頼でもなく、静かで普通の朝に、もう手を伸ばさないことを選んだ。それが私の生き方の始まりだった。リチャードおじさんが一度教えてくれたことがあり、私は毎日それを思い出している。私たちは彼のポーチに座り、光が薄れていくのを見ながら、彼は言った。誰かに苦しみを負う義務はない。私は愛は痛みを耐えることだと信じていた。耐えれば、彼らはいつか私を見てくれると。しかし、彼らはそうしなかった。その待つことは、文字通り私を殺しかけた。だから、待つのをやめた。ドアは開けておいた。ロックはしなかったが、そこに立っているのをやめた。そして、通り抜けるべき人々は、期待していた人々ではなく、いくつかはやってきた。10月のある日曜日の夜。私はリッチフィールドの家のポーチに座っている。砂糖楓は深い金色に染まり、灰色の空を背景に美しい。バックリーは私の足元で丸くなり、夢の中で一つの足を動かしている。手すりの上には、モミールの入ったマグが冷めている。携帯が震えた。見ると、数ヶ月ぶりに見た番号からのメッセージだった。こんにちは、ドゥーリー。メレディスです。今日、訂正を投稿しました。こんなに時間がかかってごめん。私は2度読み返し、肋骨の間にどっしりとした感覚が沈むのを感じた。怒りでも安堵でもなく、何か静かな感情。
何年も歪んだままかかっていたドアのヒンジが元に戻されるような感覚だ。私は電話を肘掛けに向けておいた。無視しているわけではなく、自分のタイミングで返事をするためだ。いつか返事をする。今日ではない。今日は私のものだ。5年前、私は病院の部屋で一人目を覚まし、胸に18のステープルがあり、誰にも電話をかけられなかった。私はそれが人生最悪の瞬間だと思った。しかし、それは始まりだった。なぜなら、それが私が他人の後回しから、自分自身を第一に考えることを始めた日だからだ。そして、これは病院のベッドに置かれた封筒が私に人生を取り戻させた話だ。中に何が入っていたからでもなく、鍵や書類やお金のためでもなく、ただ誰かが私を見て、彼女は選ばれるに値すると思ったからだ。この話があなたに何かを感じさせたなら、ぜひ教えてほしい。あなたは彼らを泊まらせたでしょうか、それとも一人で解決させたでしょうか。コメント欄にあなたの答えを残してください。私は一つ一つ読みます。そして、まだ登録していないなら、チャンネル登録とベルのアイコンをクリックしてください。下の説明欄には、さらに多くの物語が待っています。